はい、皆さんこんにちは。今回は9泊11日のタイの旅でどんな荷物だったのかということをお話ししたいと思います。僕は今回はスーツケースは持ってこなくて、ここにあるこちらですね。このカバンとあとリュック、これだけで来ています。では中身、そしてこのカバンは一体どういうものなのかというところを見ていこうと思います。まずはこちらですね。これはいつも出歩くときに使っている、こんな感じのやつですね。肩掛けカバンです。タイは観光地の場合にはスリがどうしても出るというようなお話を聞きますので、その対策として、これね布製なので切られちゃったらおしまいなんですけれども、それは一応最悪あるかもしれないけれども、ちょっと考えずに置いといて、一応ねこれねそれなりの対策はできているのじゃないかと思います。まずはこのパカッと開けまして、ここの部分にここですね。これ普通のポケットです。普通のポケットのところにはアルコールや目薬など、そしてこちら側には除菌シート、これ1回使い切りのやつとかティッシュ、あとはティッシュがいっぱい入ってますね。そういうような、衛生用品、さっと取り出してすぐ使えると、そういったものを入れています。そして、ここのメインのところはここチャックになっていまして、ここを、万が一パカッと開けられても中に手を入れるにはチャックを開けないといけないという。で、このチャックを開けたところには、特に貴重なものが貴重品が入っているというふうにはしないで、こんなタオルとか、アルコール、ティッシュ、マスク、虫除けスプレー、ちょっと頬ずれちゃったけど、ビニール袋、などなど、その他撮影機材ですね。もうこれ今撮ってるのでお見せできないですけれども、動画撮影用のカメラとか、こういうようなポーチに、充電器類、あともしも街中でカフェなどで電源があったら充電できるようにコンセントとケーブル、こちらを入れている、こんな小さなポーチですね。これ撮影用の機材用のポーチ、これをここのチャックのところの中に入れてみました。でさらにここのメインのところの中に見えますかね、ここにチャックでまた小袋がありまして、その中にパスポートを入れて持ち歩いています。あとは、日本円の大きなお金、1万円札の束というほど持ってきてはいないですけれども、そういうのがあった場合にはやはりここのチャックの中のチャックの中、これだけやっておけば安心でしょう。そしてこのかけた時の体側、ここにも実はチャックがありまして、でここに実は僕お札無造作に入れていました。
もうすぐ取り出せるようにね、20バーツ札、20バーツ、50バーツ、100バーツという少額紙幣はもう本当に無造作にポンと入れて、すぐ取り出して使うというような形にしていて、さらにこの中にまたこんなポーチがあって、これ100円ショップで買ったものですけれども、ここに1000バーツ、1000バーツ紙幣、および500バーツ紙幣の高額紙幣、あんまり使う機会はないですけれども、この小袋に入れていました。あとは合わせて、クレジットカードですね、ビザタッチするときに使おうというふうに思って、この小袋に入れています。ちょっと、大きめなので、このチャックインここに入れておくと、そう簡単には取られないような大きさです。もうこれだけやればね、すり対策も万全でしょうというふうに考えていました。実際大丈夫だったと思います。気づかれないうちに何かやられていたということは、おそらくはないんじゃないかなというふうに思います。では次に、よいしょ、リュック。今回の旅はこれ、メインの荷物入れはこのリュックです。まず後ろからいこうかな。一番後ろの口に、ここはパソコンや iPad など、その他領収書とかレシート入れるためのこのファイル、クリアファイルも入れてあります。でここによいしょ、一応鍵、飛行機に乗っている間とか、出かけている間とか、ホテル泊まっている時に外に出かけている間には、セキュリティボックスにパソコンとか入らないことがあったので、その時にはここに入れてこの鍵をかけていました。でさらによいしょ、こんな感じでいろいろと入っているわけですけれども、今日はタイの旅の最終日です。今午前中なのですけれども、今日の夜の飛行機に乗る予定になっています。でなので飛行機乗る直前に T シャツを変えようかなと、これは出してあります。これはイヤドム、自分用のお土産たくさんあります。よいしょ。でこの袋はね、ライトだったりコンセントだったり、飛行機乗る時のセキュリティチェックのところでエクセン通さないもの、別分けするものをここに入れて、すぐにジャジャーっとトレーに出して検査してもらえるようにしてある袋です。これはやっぱり撮影機材ですけれども、特にエクス線検査必要がない、そのまんまリュックの中に入れて検査してもらう用の機材袋。これはね、洗濯物です。日本に帰ってから洗濯するもの。そしてこれは圧縮袋に服入れてあります。もう洗濯済み。であとは折りたたみ傘、結局一回も使いませんでした。
そしてコンタクトレンズ、コンタクトレンズも、何かあった時にこう外れたり切れて水漏れしたりしちゃうと嫌なので、100円ショップで買ったこんなケースに入れてきています。9泊11日なので10回コンタクトレンズ新しく入れるわけなのですけれども、何日分持ってきたんだろうな結局。念のため18日分持ってきています。あと一応靴下、これはね結局使いませんでした。圧縮袋予備でもその他こんなビニール袋は結構持ってきてますね。でここに入っているのがメガネとか歯ブラシセット、あといろんなところでもらったカトラリー類、箸、スプーン、すぐに使えるようにここに入れています。これもね結局ねどっかの屋台でカオニャオマムヤンを買った後ホテルで食べようとした時にスプーンがないというようなことがあって、それで1回使ったきりかな。ほぼ使わなかったです。あとはね常備薬、普段使っているお薬、ロキソニン結局使いませんでした。セイロガン、これはね1回使いました。1回4錠飲んだ。1日だけねお腹痛い時ありましたね。あとはねこれ何だったかな、鉄分のお薬、1日1錠飲むものなのですけれども、ほとんど忘れていて3回しか飲んでないです。やっぱり楽しいと忘れちゃいますよね。別にねこれね全然飲まなくてもいいものなので。あとはここには日本から持ってきた塩分チャージ、これをね食べませんでした、飲みませんでした。あとはねなんかいろんなビニール袋類とか、あとこれねシャンプーとボディーソープ、これもね一応持ってきたんだけれども5回分持ってきたんですけれども、全てのホテルに常備されていたので使えませんでした。で歯ブラシに関しては5セット持ってきていて4セット使いました。なかったんですね。123かな、そうですね。その他あとは普通のビニール類とかはいっぱい入っています。で最後ここのポケットにはティッシュとかウェットティッシュといった衛生用品、いっぱい持ってきています。これはねやっぱりあった方がいいですよね。ウェットティッシュ、アルコール除菌のやつですね。これは絶対あった方がいいです。あとこういうね、小さなビニール袋類、これもあった方がいいなというふうに思って持ってきたんですけれども結局使わなかったですね。カバンの中はそんな感じかな。であれだ、使わなかったもの、必要なかったもの、持ってこなくてもいいなと思ったものはこのコンセントの変換器、一応ねよいしょ、こんなやつですね。いろんな国に対応できるようなものなのですけれども、これはね必要なしです。タイのすべてのホテルでちょっと見てみますか。これ
こんな感じでね、通常のコンセントなんか見た目はねちょっと違うんですよね。違うけれども、これ大丈夫です。普通のパソコンとか iPad とか iPhone とか、ね、カメラ類を充電するくらいだったら全然大丈夫です。変圧器などをかます必要がありませんでした。またホテルによっては、こんな感じで壁にUSB 端子があるところもあります。これがあれば一番便利ですよね。 USB 端子があってくれると。その他ね、あってよかったもの、なくていいものというのを考えてみますと、基本選択をすると考えていれば服は少なくて済みますね。僕はねなんだかんだで2日に1回ぐらいかな、それぐらいの割合で洗濯していたので、割と荷物少なくスーツケース必要がなく来ることができました。その他これは絶対あった方がいいというものは基本ないです。なんでないかというと、もしも日本で普段使っているけれども持ってき忘れたと、そういうようなことがありましてもタイのお店で売っています。例えばツルハドラッグというドラッグストアですねがあったり、セブンイレブン、コンビニもたくさんあります。あとはドンドンドンキ、これもあるので、服が足りないなどという時でも、まず困ることはないです。どこかしら出かければ必ず買えます。タイの場合には、僕は他の国たくさん行ってるかというと別にそうでもなくて、今振り返ってみますと、一番最初に行ったのが海外に行ったのがどこだ、思い出した、ヨーロッパだ。オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、ドイツという4カ国を回るというツアーに一番最初学生の頃に行って、その後台湾、2011年に台湾で、その後にドイツか、2回目のドイツで、さらにチェコ、中国で、その後タイで、今回のタイと3連続タイが続いています。でだんだんとね時代が最近になってくれば最近になってくるほど、他の国でもタイ以外の国でもやっぱり街中に行けば大体揃います。なので神経質にねいろんなものを持ってこなくちゃというようなことをやらないでも済むのではないかと思います。ただねスリ対策、そういう犯罪対策に関してはやっておいた方がいいと思いますので、僕はこのバッグですね、このバッグで乗り切りました。とにかくチャックがたくさんついている。チャックがたくさんついていて、最も大切なものは何回もチャックを開かないとたどり着くことができないと。そういう仕組みのバッグを探して買ってみました。しかもこれね割と大きめでね、ペットボトルも入るので水分必要な時にすぐ取り出せるようになっています。とはいうものの、結局ペットボトルの水も持ち歩いてはいません。そこら中にドリンクスタンドとかコンビニとかあるので、喉乾いたらすぐに買うことができます。タイの場合には。普段歩きのバッグ、これねぜひね自分好み、そして安全なものを探していただければと思います。
というわけで、今回は9泊11日のタイの旅で持ってきたもの、持ってきてよかったもの、そして持ってくる必要がなかったものを紹介してみました。基本はあんまり持ってこなくてもいいですよっていうことですね。特に充電器周り、これ日本と一緒と考えていただければと思います。ドライヤーとかなんていうんですかね、女性でこう髪巻くやつとか、そういうやつの場合にはもしかしたら変圧器が必要になってくるかもしれないので、そこは注意していただけたらと思います。さあ、というわけで僕のタイの旅もそろそろ終わりになります。皆さんもぜひ楽しい海外旅行をしていただけたらと思います。その際はこの動画、参考になるかな。本当にあんまり必要ないですよというようなお話だったので、その点は参考になるかもしれませんね。実際の僕自身の体験談として。では皆さん、今回の旅はこれで終わりですけれども、また次の旅、今回の旅の反省を生かして、おそらくもっと荷物少なくなると思います。皆さんもぜひぜひ楽しい海外旅行をしてください。それではまた。